ここ数年で俺たちは様々な無人島に挑戦してきた。その度に努力して海鮮生活を満喫してきた。でも長く島で暮らしていると、さすがに少し飽きてきた。だから、そろそろ環境を変えて挑戦することにした。俺たちは数十カ国を横断して、南米のアマゾン熱帯雨林へ向かった。巨大生物に挑むために、いよいよジャングルサバイバルの開始だ。アマゾン熱帯雨林は世界最大の熱帯雨林で、複数の国にまたがっている。地球のハイとも呼ばれ、謎の生物が多く生息していると言われている。動物の楽園であり、なぜいつも小さい魚ばかりなんだ？何度もの乗り継ぎと30時間以上のフライトを経てユーラシア大陸を越え8000キロの大西洋とカリブ海も渡りついに南米へ到着したベネズエラ東部だ。ここまで来てもさらに8時間の車移動と数時間のボート旅が必要でやっとアマゾンの奥地へ入ることができる。船長は先住民族で彼が言うには今はアマゾンの乾季で狩りや漁に最高の季節らしい。川にも森にも生き物が本当に豊富だ。道中ではたくさんの鳥を見ることができて、しかもここの鳥はやたらでかい。川にはワニが時々顔を出していて、ちょっと緊張感も増してきた。これから俺たちは寝泊まりできる。ちょうどいい場所を探さないといけない。前方が良さそうだ。広い空き地がある。よし、上陸しよう。慣れ親しんだ無人島を離れ、この神秘的なアマゾンで生き延びることができるのか。私は本当に楽しみにしています。今回の挑戦を無事に成功させるために、来る前にたくさん勉強してきました。ここに来てから現地の人たちに教えてもらいました。知識や狩りの仕方などです。魚の取り方も学びましたし、安全のために現地の船長も常に後ろで僕たちを守ってくれます。では、無駄話はやめて挑戦を始めましょう。生存道具の紹介を忘れていました。このバッグは撮影用の装備です。ドローンがあり、マイク、ライト、そしてたくさんの充電器。こっちのバッグは基本のサバイバル道具です。これは来る前に作った釣り糸です。ここには予備の釣り針と糸、ノコギリと鍋もあります。少し調味料とゴムもあります。これらの道具を使えばきっとここでうまく生活できるはず。どんな生活になるのか。さあ行きましょう。一緒にアマゾンの森に挑戦だ。こんな大きな淡水の川があるので、水の心配は全くありません。だから、まずは寝る場所を作る必要があります。アマゾンのジャングルでは本当に動物がたくさんいます。地面を這う動物もいれば、木登りが得意な動物もいて、どれも僕たちの脅威になる可能性があります。なので奥には入りすぎず、川辺で材料を調達することにしました。これで動物に邪魔されにくくなり、安心して眠ることができます。私はフレーム作りを担当し、相方は材料集めを担当します。これで僕たちはアマゾンに小さな雨宿りの家を持ちました。今日は時間がないので一旦ここまでです。とりあえず形にはなりました。これでひとまず住めますね。快適かどうかは後で少しずつ改良していきます。よし、ダート次に行くぞ。避難所はできたので次は食べ物です。アマゾンでは一番手に入りやすいのはやっぱり魚でしょう。ジャングルの中で何か見つけられないか探してみます。ダートこれなんだ？見たか？前の地面に変わった見た目の生き物がいるぞ。動きがすごくゆっくりだ。ずっとこっちを見てる。ちょっと捕まえられるか試してみよう。こいつ尻尾で目を叩いてきたぞ。痛い。よくもやった。よし、捕まえてやる。力強いなこいつ。これ何のトカゲだ？恐竜みたいな見た目だ。俺もわからない。初めて見たよ。ちょっとスマホでスキャンしてみる。スキャンできた？でも見た感じだと多分グリーンイグアナだ。ここでは保護対象じゃない。ダートを捕まえておけ。もし食べ物が見つからなければこいつを料理するしかないな。ここに吊るしておけば OK だ。これでもう逃げられない。餌を手に入れるのはかなり簡単だ。川辺の湿った土にはミミズがたくさんいる。でもこれだけでアマゾンの大物は釣れない。だから俺たちは小魚で大魚を狙う作戦で行く。いわゆる的漁師化方式だ。うわ、ピラニアだ。その時急に大雨が降ってきた。時々魚が水面から飛び跳ねる。俺とダートは大興奮。何度投げても釣れるのは全部ピラニアにしか合わない。最初は楽しかったけど、何をつけても全部ピラニアに取られると分かって、これはやばいサインだと気づいた。ずっと釣っても全然違う魚が来ない。全部ピラニアだ。これはレッドベリーピラニア。いわゆる本物の食人魚だ。小さいけど油断するな。ピラニアの中でも最も獰猛な種類だ。歯を見せるよ。
ほら、めちゃくちゃ鋭い。口の中は全部牙だ。噛む力もかなり強い。一口でも噛まれたらアウト。でも普段は人を襲わない。見ててくれ。こうやって足を出して入っても全然大丈夫なんだよ。ピラニアが噛んでくることもない。それは俺の体に傷がないし、なおかつ自然の餌が豊富だからだ。まだ植えていないからね。だからこんな状況では、彼らは自分より大きいものには手を出さない。人形、ここ全部ピラニアばっかだよ。場所を変えて大物を狙ってみよう。せっかくアマゾンに来たんだし、ピラニアだけじゃ物足りない。アマゾンの天気は本当に変わりやすい。しばらくすると雨が止んで晴れてきた。俺とダートは釣り場を変えてみた。今度は食用魚の実を使ってもっと大きい魚が釣れないか試すことにした。でも仕掛けの針が大きすぎてピラニアは小さすぎる。落としたらすぐ全部食べ尽くされてしまった。もちろんたまには少し大きめの黒いピラニアも釣れる。でもそれ以外は小さなピラニアばかりだ。なんで全部ピラニアなんだよ。別の方法を考えないと。さすがに今夜の晩飯がピラニアだけってのは嫌だ。その時ふと思い出した。インディオの人が言っていた。ここはピラニアの他にワニもめちゃくちゃ多いと。夜になると岸に上がって休むらしい。これはかなりのチャンスだ。ここではワニは保護対象じゃない。だから俺はさっき輪っかの罠を作った。今夜、大きいワニを捕まえられるか試してみる。もし取れたら、これから食べ物に困らなくなるし、この輪っかは棒を引っ張ると閉まる仕組みだ。夜になると、ワニは岸や浅瀬で寝ていることが多い。そっと輪っかをかけて、一気に引けばいい。行くぞダート、試してみよう。俺たちは岸辺を探し始めた。少し歩くとワニの姿を見つけた。見た感じ、50から60までキロはありそうだ。全く動かない。よし、やってみるか。うわ、ひっくり返された。逃げるな。すげえ。人形マジで強い。早く手伝って岸に引き上げろ。よし、持って。でっかいな。みんな、アマゾン初日にして、いきなり幸先いいスタートだ。ダートを、早く何かで縛っちゃえ。よし、これで完全におとなしくなった。さあ、ダートを、こいつを家まで運ぼう。このワニ、本当にでかい。考えたけど、明日食べることにするよ。今日の夜はこのピラニアで十分だ。あのワニがいなかったら、俺は安心できなかったけど、今は落ち着いた。気持ちがスッとした。兄貴、早く食べようぜ。もう火も通ってるみたいだし。ほら、まず一口食べてみる。ピラニアは初めて食べる。あんまり味がしない。単独の淡水魚だと、海の魚ほどうまくない。ちょっとパサつくてる。正直、味は悪くないけどね。ただ量は少し多い。大きい方がきっとうまいだろ。うわ、肉めっちゃ多い。ちょっと味見してみる。これ大きい方が確かにうまい。兄貴が言うには、アマゾンはめっちゃ危険な場所だって。でも意外と大したことない。初日でこんなに取れたし、アラノよりずっと楽だ。そんな簡単に考えるなよ。危険ってのは食料探しのことじゃなくて、アマゾンは環境が複雑なんだ。それに未知の生物も多い。全部は知らないけど、一つだけ確かに言える。この川には絶対ピラニアやワニだけじゃない。もっと凶暴な生き物もいるはずだ。それにこのジャングルには大型肉食獣もいる。兄貴、怖いよ。まだ簡単だと思う？もう簡単じゃない。よし、お前も食べろ。後で今夜どう過ごすか考えよう。これが噂の狼魚でしょうね。
口はピラニアよりもすごい。その噛む力は人間の骨なんて簡単に砕けるほど。だから本当に気をつけないといけません。アマゾンには水鳥が本当に多い。ずっとこちらに向かって鳴いてきます。多分私が近づきすぎたと思われたのかも。放っておきましょう。引き続き作業を進めます。これは昨日捕まえたワニだ。今朝、早めに処理しました。皆さんは真似しないでくださいね。ここではワニは保護対象ではありません。とても一般的な食材なんです。いぶし終わったら、長期保存もできます。今日は餌にミミズを使ってみました。でも釣れたのは全部ピラニアでした。この川、ピラニアの密度が異常に高い気がします。これは切れ目を入れたピラニアです。投げ入れたら何秒でなくなると思います？試してみればわかります。さあ、行け。今で1分経ちました。引き上げてみましょう。うわ。見てください。頭だけになってます。同族さえ容赦しません。どんな肉でも入れれば食べ尽くします。ワニそろそろ食べられそう。いや、まだです。魚は釣れなかった？釣れたよ。でも全部ピラニアだから離してきた。ワニの脂肪はとても厚いので、しっかり漬け込む必要があります。そうすれば長期保存できる。夜中お腹が空いたら、そのまま食べられます。でも今朝は待ちきれなかったので、ワニの足を先に取り出して焼きました。焼き上がると、黒く焦げた皮の中に、真っ白で柔らかい肉が、とても良い香りが漂ってきます。めっちゃ美味しそう。食べてみて。悪くないね。こういう素材そのままの味が一番好きです。いいでしょ？ワニ肉こんなにあるんだし、今日は休んでもよくない？アマゾンまで来て休むこと考えるの？今の食料リスト、ワニとピラニアしかない。まだまだいろんな獲物が待ってるからね。よし、食べ終わったら出発しよう。アマゾンに来たから、俺たちの目的は、できるだけ多くの食材を手に入れること。でも道具が少ない僕たち、簡単なことではありません。どんな餌を使っても、全部ピラニアに奪われました。仕方なくワニを使った。この問題を解決するために、今日は午前中に木の枝と釣り針、それにカメラマンのサンダルで、水に浮いて水しぶきを出せるポッパーを作りました。釣り好きの方なら、ルアーとして聞いたことがあると思います。原理はとても簡単で、まず思い切り投げて、一定のリズムで引くだけ。するとポッパーが水面で、水しぶきを上げます。これが凶暴な大物に餌だと勘違いさせて、攻撃してきて針にかかるんです。しかも、ポッパーには匂いがないので、ピラニアも寄ってきません。まさに一石二鳥です。針にかけるのは問題なさそう。あとは場所を変えて試すだけです。アマゾンの魚の種類は本当に多くて、しかも数もめちゃくちゃ多い。どれも凶暴な猛魚ばかり。ここで暮らすインディアンたちは何百斤もの巨大魚をよく仕留めます。僕たちの希望はそんなに高くない。ピラニア以外でせめて大物が欲しいだけ。この間、ダートも動いていて、来る前に地元の人から聞いたん。僕らのシェルター近くの小川にはものすごく凶暴で、しかも肉がめちゃうまい狼魚がいると。この魚は中国でも高値で売られていて、でもこの魚を手に入れるのは簡単じゃない。木の板を簡易カヌー代わりにして川の反対側まで渡り、さらにジャングルを抜ける必要があります。そこは流れがとても緩やかな小川で、水深もかなり浅い。でもこんな小さな川に数十キロの化け物が潜んでるん。ダートーが餌を入れてすぐに突然大物が食いつきました。そのまま穴に逃げ込もうと必死。でももう間に合いませんでした。みんなめっちゃでかいの釣れた。体感で約 10kg はある。早く引き上げろ。あ、逃げた。これはまさに伝説の狼魚だ。見ろよ。口がピラニアよりやばい。噛む力なんて人間の骨なんか簡単に砕ける。だから絶対に気をつけないと危ないぞ。これ、本当に10キロ以上はある。アマゾンの魚はどれも凶暴なんだ。この歯を見れば一目瞭然だよ。とりあえずこの魚はここに置いて、もう少し釣ってみて他にもいるか確かめよう。俺はすでに何箇所も移動して何度も挑戦したんだけど、残念ながら1匹も大物は来なかった。結局諦めて帰る途中で思わぬ発見をしたんだ。ヤシの木から大量の実が落ちていて、外見はナッツのような果実なんだけど、中身が想像以上だった。みんなこのジャングルの大木の下で、すごいものを見つけたぞ。このナッツみたいなやつなんだけど、
中に食べられる果肉があると思ったら、開けてみたら全然違うものが出てきた。開けてみせるよ。よし。石の上に置いた方がいい。軽くナイフを入れれば割れる。中を見てくれ。白い幼虫がぎっしり入ってるんだ。ほとんど全部こんな感じだ。野外でのサバイバルでは、これが貴重なタンパク源になる。たくさん拾って持って帰ろう。野外ではいろんな食材を取ることが大事だ。身を焼いている時に、また新しい発見をした。ジャングルの中には、あちこちにイノシシが掘った跡があって、強いタケノコの匂いも残っていた。どこを見てもイノシシの痕跡だ。来る前に聞いたんだけど、アマゾンにはイノシシが大量にいるらしい。いい場所を見つけて、罠を仕掛けよう。もしかしたら一頭捕まえられる。無人島の時に、俺たちは狩りの経験を積んだから、アマゾンでも、イノシシを仕留められる自信がある。あとはいい場所を探して、しなる木の枝を用意して、罠をセットするんだ。あとは仕掛けのトリガーを作って、最後に少しだけカモフラージュして。よし、完成だ。アマゾンにはいろんな種類のイノシシがいるから、その時は前とは違う種類のイノシシを仕留めたい。そしたらもっと美味しい。ジンアに戻りました。見て、すごいでしょ。こんな大きな狼魚を釣ったのか。そうだよ。早く処理してこいよ。この狼魚、身がたっぷりだ。絶対美味しいぞ。今日はごちそうだね。みんなこの狼魚知ってる？魚を飼ってる人なら、名前くらいは知ってると思う。もしこの魚がいる水域なら、絶対に手を水に入れちゃダメだ。噛まれたら本当に危ないから。でもこいつはもう大丈夫だ。この魚の身とさっきの虫を持ってきた唐辛子油で炒めたら、めちゃくちゃうまい。今日は本当に大収穫だ。ちょうど3人分。もし足りなくても、夜お腹空いたら心配いらんぞ。まだワニ肉があるからな。人慶、今日俺に感謝しろよ。俺がこの大物を釣らなかったら、今頃飯抜きだったぞ。ほら、ちょっと成果出ると、すぐ調子に乗る。たまにはいいだろ。この狼魚、普通魚より断然うまい。全然パサパサしてない。骨もほとんどないし、海の魚にも負けてないぞ。しかも、タンパク質たっぷりのおかず付き。人慶、今夜ここに移動して寝ようよ。あっちは蚊が多すぎて、昨日ほとんど寝られなかったんだ。ダメだ。ここはワニが多いし、夜に近づいて噛まれたらどうするんだよ。それもそうだ。じゃあ今夜、なんとかして外に出る方法を考えよう。それでも眠れなかったら、いいことがあるぞ。なんでよ。夜になると、大きな魚も岸の近くまで来て休むんだ。その時、魚用の槍を作って大物を仕留めよう。そのアイデアいいな。じゃあそれで決まりだ。よし。一緒に食べよう。この炒めた魚肉、めちゃくちゃうまい。焼いた狼魚も香りが最高だ。またでかいのがヒットした。何がかかったんだ？力がめちゃくちゃ強い。うわ、なんだこれ。動きが遅いな。気をつけよう。絶対に触るなよ。触ったら多分即撤退だ。こいつは有名だから知ってる人も多いはずだ。小さく見えるけど、地球最強クラスの放電生物だ。獲物を攻撃するとき、体から一瞬で最大600ボルトの電流を放つ。大人はもちろん、ワニでさえ、川を渡る途中で感電して気絶する。つまり、このアマゾン川では無敵の存在だ。他の生き物が物理攻撃なのに、こいつはもう魔法レベルだ。でも今日は運が悪かった。魔法を使ういとまは与えない。行くぞ。このアマゾンの魔法使いを持ち帰ろう。怖すぎる。本当に気をつけて。行こう。人慶。見てくれ、何釣れたと思う？これって電気うなぎ？そうだよ、アマゾンで覚醒した。毎日大物ばっかりだ。いつものこと、早く処理しよう。電気うなぎ食べたことないんだ。どんな味かわからない。小魚用の仕掛けも作っておいた。アマゾンで暮らすなら、毎日大物ばかり狙えない。たまには小魚も悪くない。ワニ肉を餌に入れて。場所を選ぶ必要はない。そのまま川に入れればいい。ここは小魚の密度が高い。さっきテストしたんだけど、ワニ肉を1切れ投げたら、
あっという間に小魚の群れに食い尽くされる。だから長時間置く必要はない。午後に見に来ればいい。この電気うなぎの肉だけど、今まで食べたうなぎとは全く別物なんだ。見てくれ。半分は赤身で、半分は脂身だ。実はこの赤身こそが電気うなぎの肉で、真ん中の脂身は放電器官なんだ。よく見ると、中に筋状の模様がある。正直すごく気になる。どうやって発電して放電してるんだろう。まあいい。食べられれば問題ない。この電気うなぎはあまり美味しくないらしい。味は食べてみればわかる。焼けたぞ。ダート、食べてみろ。うわ。まずい。人形、柔らかくて生臭くて脂っこい。その脂身は食うな。上の赤身を食べてみる。こっちはだいぶマシだ。電気うなぎの赤身は意外と美味しい。食感もいい。ただ副菜が多くて、肝心の肉が少なすぎる。普段の食事としては、正直これじゃ足りない。だから次はもっと食料を確保する。電気うなぎを食べた後、すぐに魚かごを確認しに行った。うわ、かなり入ってるぞ。見に来てくれ。ざっと2、30匹はいる。設置してからまだ1時間でも、この魚かごは正直、楽な方法だ。もちろん、もっと直接的な方法もある。肉を入れて1から2秒までで魚が食いつく。今日はどれだけ釣れるか見てみよう。おっと、1匹かかった。こうして少し釣っただけで、魚かごの収穫はさらに増えた。小魚だけを得るのが俺の最終目的じゃない。小魚が入った魚かごを場所替えすると、中の魚は入れ替わる。しばらくして回収すると、気づくはずだ。中身が全く別物になっている。典型的な大魚が小魚を食う光景だ。アマゾンの生態系は弱肉強食を極限まで見せてくれる。ここで生きる魚はすべて食べ続けなければならない。食べられるものは何でもだ。見てみると、少し大きい魚は2種類いる。ピラルクとピーコックバスだ。ピーコックバスは小魚が大好物だ。一方ピラニアは何でも食う。この尾びれを見てみろ。ほとんどピラニアにかじられている。この魚だけじゃない。アマゾンで暮らす魚は、ヒレや尾が無傷な個体はほぼいない。どれも傷だらけだ。今日は収穫に大満足だ。特にこのピーコックバスは、他の場所だとかなり高い。俺が魚を取っている間、ダートーは別の作業で忙しかった。前回、川の向こうで巨大オオカミ魚を釣って、それで今回は、どこへでも滑るように進める小舟を作ろうとしていた。大物を狙うならアマゾンだ。ここには多種多様な魚がいる。ピラルクー、巨大ナマズ、巨大シルバーアロワナ、パクーはどれもアマゾンを代表する魚だ。これらを得るには、狭い範囲では話にならない。だから巨大魚を狙うには、頑丈な小舟が必須なんだ。よし、ついに完成した。これで自由に大物を狙いに行ける。でも今日はもう間に合わない。もうすぐ日が暮れるから。ただ、今夜は別の計画がある。みんな、ついてこい。今回は Amazon で本気を見せたい。ジン兄がワニを仕留めたのが正直羨ましい。今夜は俺も一頭仕留める。じゃないと、怠けて食ってるだけだと思われる。Amazon にはワニが本当に多い。夜になるとそこら中にいる。ほら、前に一頭いるぞ。逃げた、臆病なやつだ。俺を見るなり犬より早く逃げた。行こう、まだ探すぞ。みんな前に一頭いる。サイズも結構でかい。こっちに気づいた。慎重に行こう。逃げた。クソ。今日はやけに警戒心が強い。前にもう一頭いる。また逃げた。でも置き土産を残していった。ナマズだ。多分捕まえたばかりだ。ありがたくいただこう。さすがに諦めきれない。今日は絶対にでかいワニを仕留めて帰る。前に1頭いる。見た感じ2メートルはありそうだ。重さは70から80までキロだ。口を開けて睨んでる。さっき仕留めたやつよりでかいぞ。みんな、俺は思うんだけど、このナマズがあれば十分だ。少なくとも坊主じゃない。戻ろう。人形戻った。ナマズを1本持ってきた。釣りに行ってたのか？いや、それが、さっき100キロ超えのワニを見つけた。仕留めようと思ったけど、戻る途中で考え直した。ワニの口から奪ったのか。そうだよ。もうお魚は十分あるだろ。わざわざ奪う必要ない。
早く川に返してやれ。戻したら飯にしよう。わかったよ、ダート。お前、ほんと性格悪いな。せっかく取った魚を横取りするなんて。アマゾンで生きるって、そういうことだ。奪わなきゃ腹は満たせない。うん。それも一理ある。うわ。この、ピーコックバス、めちゃくちゃ柔らかい。この魚、本当にうまい。前に食べた時も思ったけど、味付けなしでも物足りなくない？うん。それに身が多くて骨が少ない。ほら、カメラマンも腹ペコだろ。ピラニアも焼いて出そう。今回のアマゾン挑戦は、今までの無人島とは全く違う。まさに俺が求めてた体験だ。今まで触れたことのない世界を、たくさん体験できるから、これは人生で、本当に貴重な経験になる。その上、面白い映像も撮れる。一石二鳥だ。さて、飯にしよう。なんと、アマゾンでシビレイを釣り上げてしまいました。私たちは今、南米のアマゾン熱帯雨林にいます。行動範囲が大きく広がり、食料の確保もしやすくなりました。ここでは、特別に貴重な魚というものはありません。釣り上げることができれば、すべて食料になります。今朝はダートと別行動をしました。僕は大型の電気ウナギを釣り上げました。水面に浮かび上がった瞬間、放電し始めたんです。かなり離れて立っていたのに、突然足がビリッと痺れました。直接触れなくて本当に良かった。目の前で気絶でもしたら恥ずかしいから。さすがアマゾンの魔法使いです。前回、ダートが捕まえたものよりも大きいです。持ち帰って調理します。うわ、でかいな。というわけで、アマゾンで豪華な朝食を取ることができました。シルバーアロワなど霜処理した電気ウナギを焼くと独特の香りが出ます。1日の中で最も重要なエネルギー源です。今日の蒸し焼きの朝食は最高。シルバーアロワナに電気ウナギ。この縞模様の脂身は放電器官なんです。生臭くて食感もありません。でも背骨付近の身はなかなか美味しい。ダートを食べよう。いいね。このシルバーアロワナは初めてだ。でも焼き具合を見ると美味しそうだ。味は食べてみればわかるでしょう。身がとても柔らかい。正直に言うと、クジャクロがあればもっと美味しいし、でも川魚よりは少しマシです。個人的にはこの電気ウナギの方が好き。唯一の欠点は身が少ないこと。骨に対して身が少ない。放電期間は食べられません。ほら、カメラマンに一番美味しい部分をあげよう。昨日作った小型のビクは大成功でした。簡単にたくさんの魚が取れました。そこで一つ思いついた。もっと大きなビクを編もうと、より多くの魚を得るため、今回の狙いは小魚ではありません。水底に潜む大物です。なので入り口はあえて大きめにしました。人形、鶴はまだ必要？全部できたよ。アマゾン川の魚は本当に多種多様です。こんな大きなビクを沈めたら、きっと大物が入りますよ。食べ残した電気ウナギの実を餌に入れて、これなら期待できそう。よし、設置しに行こう。ダート、ついてきて。今回は何が取れるのか、正直わかりません。でも、アマゾンでは適当に場所を選んでも、いろんな魚が入る可能性があります。人形、この後は何をするんですか？別行動しよう。ダートは小舟を漕いで、さらに先へ向かった。この川には、数えきれないほどのワニやピラニアがいるから、もし深い場所に落ちたら、事故が起きる可能性が高い。今日の目標はただ一つ。まだ食べたことのない食材を探す。拠点から出発して、それほど時間をかけずに、広い本流へと漕ぎ出すことができる。ここは資源も比較的豊富なはずだ。ダートはいくつも場所を変えながら、投げ釣りを始めた。大物がかかるか試してみる。およそ1時間後、ついに針に何かがかかった。途中で木の枝に引っかかってしまった。そのせいで引き上げるのが非常に大変だ。アマゾンは魚の種類が多すぎて、正直よくわからない。水面に顔を出して呼吸する、大型のノコギリエイをよく見かける。だから、ぜひ1匹釣り上げたいと思っていた。だが残念ながら違った。うわ、なんだこれ。なんでシビレイなんだよ。アマゾンにこんなのいるのか。まさかアマゾンでシビレイを釣るとは。ほら、見てくれ。めちゃくちゃ重いぞ。10キロ以上はありそうだ。海から川に入ってきたのかもしれない。
尾っぽにも毒トゲが何本もあるだろ。よし、これは必ず確保しよう。針を外してから処理しよう。ダートーが釣りをしている間、その頃、私はジャングルを探索していた。アマゾンに来てからずっと魚ばかり食べています。ワニやピラニア、電気ウナギ、シルバーアロワナ。正直、味はどれも大差ありません。だから今日はジャングルで別の食材が手に入らないか探します。この辺りはグリーンイグアナが多く、でもペットとして飼われることも多いので、それ以外だと、この森にはとても小型の野生のイノシシがいる。肉はかなり美味しいそうです。何とか捕まえられないか試してみます。しばらく森を歩き回り、イノシシが通りそうな場所を見つけました。そこに小さな罠をいくつか仕掛けます。たくさんの足跡を見つけたから、ただ捕まるかどうかはわかりません。複数の場所に仕掛けて成功率を上げる。もし捕獲できれば、アマゾンでの生活は一気に楽になります。あとは待つだけです。良い結果が出ることを祈ります。そろそろ時間も経ったので、回収しに行きましょう。みんな、ちょっと嫌な予感がする。魚がいない。いや、いないわけじゃない。1匹はいる。あれだけ苦労して大きな罠を作ったのに、たった1匹かよ。これは厳しいな。さっき簡単な弓矢を作りました。もし、ダートーがシビレイを持ち帰ってなかったら、ワニを狙いに行ってましたよ。さっき川辺でたくさん見かけましたから。でも近づくとすぐ逃げちゃいました。ワニをいるだって？大げさだろ。もしダートーがいなかったら、アマゾンでどうやって生きるんだよ。はいはい、もういいから。急いでシビレイ肉を焼香。よし。見た目はあまり美味しそうじゃないな。でもここで生き抜くには、まずお腹を満たすことが一番大事だ。じゃあ、この淡水エイを食べてみよう。ほら、切ってあげるよ。どうぞ。海のシビレイよりも、こっちの方が美味しい。かなりいいね。焼き鳥を食べているみたいだ。今この瞬間、すごく幸せだ。アマゾンに来て何日も経ったけど、正直少し心残りがある。食材のバリエーションが少なすぎました。一番の原因は準備不足でした。ジャングルでは魚だけを食べ続けると、たくさん食べているのになぜか満腹感がないんです。しかも夜になると蚊が非常に多く、猿の鳴き声も絶えず、この数日はほとんど眠れませんでした。そこで今日は一つ決断をしました。このチャレンジを一旦中断します。明日は町に戻って休養し、その後また挑戦を続けます。どうかご理解ください。今後も楽しみにしていて。ほら、君も早く一緒に食べよう。ずっと美味しいよ。翌日、私たちは船で港へ向かい、小型のプロペラ機をチャーターしました。こうしてアマゾンの密林を離れました。今回のチャレンジで私たちは気づかされました。まだまだ多くの課題があることを、これからは技術を磨き、より面白いコンテンツをお届けします。新しい場所に挑戦する。今回の別れは新たなスタートでもあります。